カワウソ夫婦チャンネル始まるよ。こんにちは、カワウソ夫婦です。私たちは仕事も家庭も大切にしながら二人でコツコツ理想の暮らしを目指している共働き夫婦です。このチャンネルでは共働き夫婦のリアルな日常とライフステージに合わせた暮らしのヒントを発信しています。いいねやコメント、チャンネル登録で応援してもらえると嬉しいです。それでは動画スタートです。今回は私たちが新婚旅行で行ったヨーロッパ旅行をお得に旅したコツをご紹介します。ふむふむ、この動画を見ればヨーロッパ旅行をお得に取るコツがわかるのか。そうなの。結構試行錯誤したから同じように旅行を計画している人の参考になると思うよ。ほんとだね。僕も行く前にこの動画見たかったな。確かに。じゃあ早速行ってみよう。結論から申し上げます。パッケージツアーより個別手配がお得。大手旅行会社のパッケージツアーを利用するより航空券とホテルを別々に取った方が安かった。でも旅行会社の方が割引とか聞いて安いんじゃない？そう思うよね。でもね、ツアーはホテルやサポート全部込みで楽な分、自分で手配するより少し高くなることもあるんだよ。へえ、そうなんだ。だから個別手配にした方が調整しやすくてお得だったの。それじゃ実際に比べてみよう。実は最初旅行会社にも見積もりをお願いしていました。旅行会社のツアーではエミレーツ航空を利用して羽田からドバイ経由でロンドンへ向かうプランでした。ロンドン、ローマ、ベネチアの3都市11日間のプランでホテルのランクによって1人当たり約46万から55万円、夫婦で100万円を超える金額でした。へえ、そんなに高いの？そうなの。しかもパリを入れるともっと上がっちゃうんだよね。でもパリは絶対に行きたいな。せっかくの新婚旅行だから妥協はしたくないよね。もう少し調べてみよう。そこで私たちは航空券、ホテル、鉄道を個別に手配して1人当たり約41万円ほどに抑えることができました。行きたかったパリもルートに追加してホテルはなるべく星4つ以上にこだわりました。個別手配の方が安いのは分かったけど、航空券やホテルってどうやって取ったの？どうせなら少しでも安く取りたいよね。みんな気になってるよ。じゃあどうやって安く取ったか紹介していくよ。ここからは実際に私たちがどう手配したのかを紹介していきます。航空券は行き、中間、帰りをそれぞれ別の航空会社で予約しました。行きはベトナム航空の公式サイトで、ロンドンからベネチアまではブリティッシュエアウェイズをトリップドットコムで、帰りは ITA エアウェイズを同じくトリップドットコムで購入。区間ごとに最適な組み合わせを選んで費用を抑えています。続いてはヨーロッパ各都市を移動した時の交通手段について、私たちは鉄道を中心に移動しました。パリからロンドンへはフランスとイギリスを海底トンネルで結ぶ高速列車ユーロスターを利用。ベネチアからフィレンチェ、フィレンチェからローマまではイタリアの高速鉄道フレッチャロッサを利用しました。どちらも公式サイトから予約しています。月々の支払いを調整していたため、鉄道の予約は少し後回しになり、出発の2週間前に購入しました。
そのため早割は使えませんでしたが、移動の安心、安全を優先しました。最後はホテルです。私たちは、アゴダとトリップドットコムを使い分けて予約しました。パリ、ロンドン、フィレンツェ、ローマのホテルはアゴダで予約、キャッシュバックやポイント還元キャンペーンを活用してお得に泊まることができました。一方ベネチアのホテルは航空券とのセットでトリップドットコムから予約、セット割引でホテルを個別で予約するよりも安くなりました。どちらも口コミ、立地を重視して選び、それぞれのサイトのお得な仕組みを上手に使い分けたのがポイントです。ここまでの実例を踏まえて、最後に安く取るコツをまとめていきます。航空券は、行き、中間、帰りを分けて予約し、公式サイトと比較サイトの両方をチェック。3から5ヶ月前が狙い目です。ホテルは、アゴダやトリップドットコムを使い分け、キャッシュバックやポイント還元、セット割を活用しました。ちょっとした工夫で、同じ旅でも数万円変わることもあります。いや、調べて予約するの大変だったけど、結果どうだったの？サイトを比較してキャンペーンも活用したからだいぶ節約できたよ。すごいね。じゃあ実際いくらかかったの？最後に私たちがかかった費用を紹介していくね。そして気になる結果がこちら。約12日間のヨーロッパ旅行で夫婦で82万円、1人当たり約41万円、大手旅行会社より約14万円お得に行くことができました。個別手配は少し手間がかかりますが、その分自由でお得な旅を作れるのが魅力です。最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは共働き夫婦のリアルな日常とライフステージに合わせた暮らしのヒントを発信しています。動画ではお伝えしきれなかった内容やもう少し深いお話はノートにまとめています。概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。